はい、皆さんこんばんは。本日はですね、バトンエアソフトの BS スタッカート CO2 ガスブローバックをご紹介したいと思います。はい、この銃はですね、私のではなくいつもお借りしている綿さんの銃になります。いつもありがとうございます。実銃はですね、USMC-SOG US マーシャル特殊作戦グループ、こちらにですね採用されたスタッカート P デュオ、こちらをモチーフに開発されたエアガンになります。こちらはですね、ガンスミスバトンさんからJASG、こちらの認定 CO2 ガスガンとして発売されております。その形状の良さやですね、もともとは STI 社のカスタムガンということもあり、非常に気になっていましたが、無刻印であるということと、あと値段がちょっと高いというのもあってですね、私自身はちょっと買い控えていました。今回ですね、その気になっていたエアガンをですねお借りすることができましたので、じっくりですね見ていきたいと思います。はい、まず手にした印象ですけれども、全体的にコンパクトに感じるんですが、やはりその分だけですね非常に重量を感じました。やっぱり一番の特徴は、グリップですね。非常にグリップ力は高いと思います。あとですね、マグウェルが非常に大きいのも特徴的です。あとですね、スライドの少しざらつきのある感触と、見た目、こちら非常に金属感が高いんじゃないかなというのも印象的でありました。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、マズルですけれども、実銃のですねスタッカート P デュオ、こちらは 9mm 弾を使用する形状になっています。こちらはブッシングレスのですねコーンバレルになったと思います。はい、あとですね、マズルの内側にはですねネジが切られています。こちらはですね別売りの11mm から 14mm に変換するネジアダプターがで付け可能になります。ちょっと分かりづらいかもしれないですけども、インナーバレル先端がですね黒くて目立ちにくくなっています。はい、フロントサイトはですねグリーンの透明樹脂が入っています。こちらは就航アクリルじゃないとは思います。はい、リアサイトはですねホワイトドットが入っています。こちらリアフロントサイトともですね背の高い構造になっています。リアサイトのですねここにある六角ネジを一つ外すことによってマイクロタイプダットサイトの取り付けが可能になります。はい、スライド前方とですね、はい、こちら後方にですねセレーションがあります。このセレーションはですねどちらかというと幅の広いセレーションとなっています。はい、トリガーはですね3ホールタイプのトリガーになります。こちらは樹脂製になります。はい、こちらトリガーガード付近はですねパーティングラインが残っている状態です。はい、スライドストップは左側のみになります。こちらリリースすると、このような音が鳴ります。はい、あとはこちら金属製ですけれどもスチールではありません。はい、セーフティーはですねコック&ロックタイプの左右にあるアンビタイプになります。はい、マガジンキャッチはですね左側のみで、こちらは大型化にされてはいないですね。はい、グリップはですねスカレップパターンの滑り止めボールドが入ったですねグリップで、グリップ力は非常に高いと思います。はい、こちらグリップ下部にはですね大きなマグウェルがございます。こちらはですね以前ご紹介したコンバットマスター、こちらとですね同じ形状になるかと思います。はい、グリップ後方にはですねグリップセーフティーがあって、ビーバーテールもこちらにですねあります。はい、こちらハンマーもですね肉抜きされた構造になっております。はい、刻印ですけれども、こちらですね左右ともにですね刻印はないですね。はい、これはちょっと寂しいですね。
こちらがマガジンになります。はい、マガジンの相談数は28発相談できましたが、多分1発抜いた方がいいかと思います。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちらはガバメントと同じ形状で、こちらに合わせてですね、スライドストップレバーを外せばこの通り分解が可能になります。でこちらがリコイルスプリングですが、これですね、単純にこうやってなかなか外せないので、このプラグですね、プラグをですね一緒にこの通り抜かないと、はい、ちょっと下手くそでしたが、はい、この通りですね、プラグとリコイルスプリング式が取り出せます。はい、そうすると前方からアウターバレル式が取り出せます。はい、こちら、リコイルスプリングもですね、やっぱり CO2 なのでちょっときつめかなというふうに感じます。はい、あとアウターバレルになりますが、これはインナーバレルと一体型ですね。なんでこちらショートリコイル、こちらはオミットされています。はい、あとですね、先ほどお話したこちらコーンバレル、先端が少し太くなっているのがお分かりいただけますかね。はい、こちらリコイルスプリングはスチール製ですが、ガイドは違いますね。はい、はい、あと本体側ですが、なんか非常に金属音が高いですね。あとスチール関係のはないですね。はい、これ珍しいのはここにですね、シリアルナンバーですかね、こちらが刻印されています。はい、それでは元に戻していきます。はい、元に戻りました。はい、全体の感想になりますけれども、このコンパクトな形状と重量感ある外観は非常に魅力的だと思いました。なんといってもですね、実車時の音の大きさには驚きます。数ある CO2 エアガンの中でも発射音は1位に争うのではないかと思いました。あとサイトもですね、フロントは明るく高めに設定されており、ドットサイトを前提としたタクティカルな形状も非常にかっこよく感じました。またですね、スカレップパターンのね、滑り止めを施したグリップ、こちらはやっぱり非常に保持性は高くて、あと大きいマグウェルもですね、素早いマガジンチェッジが可能で使用しやすいというふうに感じました。あとリコイルはですね CO2 ならではの強烈さで、カーボネイトのですね M45CQB、 こちらも非常に強烈だと思いますけれども、匹敵するくらいのリコイルだと思いました。燃費はやっぱり CO2 1本でだいたい100発くらい撃てたかなという感じだと思います。逆に命中精度ですね、やはりリコイルの強さもあってですね、やっぱりしっかりホールドしないと厳しいかなというふうに思います。ただ弾道は素直な感じかなというふうに感じました。あと気になった点は新しい CO2 ボンベに変えたばかりだとその反動のせいか2発目以降にジャムることが結構ありましたね。またこれはしょうがないんですけれども、やっぱり数を打ってくるとですね、CO2 とはいえだんだん打ち味はですねマイルドに変わっていきます。あと相談数が多いとですね、トリガープルが非常に重くなります。これスライドストップがかかったのかなと思わず勘違いするほどでした。これは個体差かもしれません。また一発残った状態でスライドストップがかかることも散見されました。やっぱり一番残念なのは無刻印な点ですね。実銃の写真を見ると刻印がやっぱり銃に良いインパクトを与えているように私は思えたので、こちらは残念です。はい、実写シーンでもお見せしましたがドットサイトですねとライトをですね装着してみました。こんな感じにすることでですね、少しだけ法執行機関で使用しているような
リアル感が出るかなというふうにも感じました。はい、BS スタッカート CO2 はですね、重量感ある見た目とですね、迫力ある実写で非常に楽しめる銃ではないかなというふうに思います。ぜひ手に取ってですね、その質感や見た目の良さもですね感じてみてはいかがでしょうか。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。